いつも聞いてくださってありがとうございます。今回の深掘りへようこそ。今日あなたとご一緒するのは私と、そしてもちろんいつもの頼れる専門家です。はい、よろしくお願いします。今日のテーマはですね、おそらくあなたが最近毎日のように耳にしている言葉、生成 AI です。へえ、本当にどこを見ても AI の話題ばかりですよね。そうなんですよ。でも安心してください。専門用語を並べ立ててあなたを疲れさせるつもりはありませんから。世の中には AI に関するニュースが溢れ返っていて、少し異色症気味になっている方も多いかもしれませんね。だからこそ今日私たちが目指すミッションは、あなたの中にある AI に仕事を奪われるんじゃないかという漠然とした不安とか、情報過多による疲労感を吹き飛ばすことです。はい。今日は事実と明日から使える具体的なステップに絞ってお話しします。そう。AI を最強のパートナーとして使いこなすための具体的で実践的な戦略を手に入れてもらうことですね。そのために今回私たちが読み解く資料のスタックは非常に興味深い3つの視点で構成されています。まず一つ目は、2026年2月20日に配信された Yahoo ニュースの特集記事ですね。生成 AI で仕事はどう変わる？職を奪われるリスクは？というものです。そして2つ目は AI ツールの使い分け戦略と人間との競争モデルに関するプレゼンテーションの構成案です。3つ目が少し硬いんですが非常に重要なチャット GPT などの AI チャットボットの利用規約やプライバシーポリシーに関する基本同意文です。これらを掛け合わせることで驚くほどクリアな未来が見えてきます。そうなんです。ニュースの表面的な見出しだけを追っているとどうしても不安が煽られますよね。だからこそ、よし、これについて紐解いていきましょう。はい、整理していきましょう。SNS を開けば AI で事務職がなくなるとか、クリエイターの仕事が減るなんてざわつきが溢れています。あなたも一度は自分の仕事が5年後もあるのかなと想像してヒヤッとしたことがあるんじゃないでしょうか。ありますあります。その不安は決して的外れではありません。実際にデータもそれを一部裏付けています。ここで非常に興味深いのは、2025年5月に国際労働機関、いわゆる ILO が発表したレポートの数字です。ILO のデータですね。どれくらい影響があるんでしょうか。世界の雇用の約 24% が生成 AI の影響を受ける可能性があるとされています。24% ですか？特に高所得国におけるデータ入力や文書作成といった定型的な事務職で自動化のリスクが高いと客観的に分析されているんです。 24% って世界中で考えるととんでもない数ですよね。でもちょっと意地悪な見方をすると、それってやっぱり仕事が消えちゃうってことになりませんか？確かにそう見えますよね。ただ、ここがニュースのセンセーショナルな見出しに隠された罠なんです。罠ですか？資料の中で経営コンサルタントの横山信弘氏が非常に重要な本質を突いています。彼は職種そのものが丸ごと消滅するのではなく、定型的なタスク、つまり作業が置き換われるレベルの話だと指摘しているんです。職種とタスクの違い。そうです。事務職というポジションが明日からゼロになるのではなくて、事務職が抱えているデータ入力や議事録の清書という特定の作業が AI に置き換わるということです。なるほど。仕事が全てなくなるのではなく、仕事の中身が変わるんですよ。すごく腹落ちしました。資料の中で AI コンサルタントの臼井拓水氏が挙げている例がまさにそれですね。これまで1時間かかっていた会議の議事録作成が AI を使えばたったの5分で終わるという。これ未来の話じゃなくて今の話なんですよね。すでに日常の風景になりつつありますね。なぜそれが可能なのかというと、 AI の得意分野がはっきりしているからです。と言いますと。 AI は型が決まっている反復作業やあるものを別の形に変換する作業において圧倒的な力を発揮します。例えば音声を文字にしたり、日本語を英語に翻訳したり。そうです。箇条書きを丁寧なメール文面に変換したりすることですね。逆に言うと AI にも明確な限界があるということですよね。その通りです。AI は正解のない問いを考えることや、企業の機密情報や倫理が絡む責任を伴う判断はできません。責任を伴う判断。さらに言えば AI にはハルシネーションと呼ばれる厄介な性質があります。ハルシネーション。直訳すると幻覚ですよね。これ具体的にはどういうことなんでしょうか？簡単に言うと、もっともらしい嘘を自信満々に答えてしまう現象のことです。自信満々に嘘をつくんですか？AI は人間のように意味を理解して話しているわけではなくて、過去の膨大なデータから次に来る確率が高い言葉を計算してつなぎ合わせているだけなんです。なるほど。確率の計算に過ぎないんですね。だから
知らないことでもわかりませんと言わずに、知っている言葉をつなぎ合わせて、一見正しそうなデタラメを作ってしまうことがあるんです。それは怖いですね。会議の資料にそんなもっともらしい嘘が紛れ込んでいたら大惨事です。ええ。しかも、AI はミスをしても、ごめんなさいと責任を取ってくれませんからね。臼井氏の AI は責任を取れない存在だという言葉、すごく胸に響きました。だからこそ、私たち人間は責任を取ることに集中すべきなんだと。ええ。そしてその人間が責任を取り、AI に作業をさせるという関係性を明日からどう実践していくのか。その具体的なアイディアが、今回の2つ目のソース資料に隠されています。ここからが本当に面白いところなんですが、その資料にある AI ツール使い分け戦略のプレゼン構成案の中に、ハブ&スポーク体制という言葉が出てくるんです。はい、ハブとスポークですね。メタ設計者。少し耳慣れない言葉かもしれませんが、要するに全体を俯瞰して設計する人のことです。私はこれを読んだとき、オーケストラの指揮者をイメージしました。あなたが指揮者になって、様々な AI という楽器に指示を出すという。素晴らしい比喩ですね。資料では AI の役割を発散、抽象化、統合、検索、ログといった具体的なタスク、つまりスポークに分けています。でもこれ、月曜日の朝にデスクに座って、具体的にどう使い分ければいいんでしょうか？良い質問ですね。例えば、新しい企画を考える月曜日の朝を想像してみてください。はい、想像します。まず発散です。AI に新しいマーケティング施策のアイディアを100個出してと指示します。人間が100個考えるのは苦痛ですが、AI なら数秒ですね。次に抽象化と統合です。その100個のアイディアをコスト別やターゲット別にグループ分けして3つの企画案にまとめてと指示するんです。なるほど。泥臭いブレインストーミングや情報の整理といった下準備を AI という複数のスポークに一瞬でやらせるわけですね。そうです。でも最後に残る最も重要な仕事があります。何でしょうか？その3つの企画案を見て、今のうちの会社の状況ならリスクを取ってでもこの A 案で行くべきだと決断することです。ああ、決断ですね。AI が反復作業や初期の構造化をあっという間に終わらせてくれる一方で、メタ設計者であるあなたが担うべき固有の価値とは何か。価値ですか？それは問いを立てること、方向性を決めること、そして価値判断を下すことです。これらは決して自動化できません。確かに。あなたがそもそも何を解決したいのかを決めない限り、どんなに優秀な AI もただ待っているだけですもんね。その通りです。ただ、指揮者として AI にどんどんタスクを振っていくのはいいんですが、ここで一つ大きな壁にぶつかりますよね。それが機密情報の扱いです。非常に重要です。会社の売上データや顧客リストをそのまま AI に放り込んでいいのかという問題です。まさにそこです。そこで今日お持ちした3つ目の資料、利用規約やプラプライバシーポリシーの同意文が関わってきます。はい、実はこの部分、多くの人が見落としがちなんですが、企業で AI を活用する上で最もクリティカルなポイントなんです。規約ってつい同意するのボタンを読み飛ばして押しちゃいがちですが、何がそんなに危険なんでしょうか？無料で使える公開された AI ツールの場合、初期設定ではあなたが入力したデータが AI の学習データとして使われる仕組みになっていることが多いんです。学習データに使われる。もしあなたが未発表の製品情報や顧客の個人情報を入力してしまったら、その情報が AI の学習に取り込まれてしまうんです。それって全く関係のない別の誰かが質問した時にポロッと出力されてしまうリスクがあるということですよね。その危険性があります。それは完全に情報漏洩ですね。メタ設計者としては失格です。じゃあどうやって安全性を確保すればいいんですか？そこでメタ設計者としての使い分けの判断が求められます。機密性の高い仕事では、外部と遮断されたオンプレミス、
つまり、自社運用の AI システムを使ったり、学習に使われない法人向けの契約を結ぶ必要があります。なるほど。一般的なリサーチや壁打ちなら、クラウドの公開 AI を伝うというふうに切り替えるんです。さらに資料には、マスキング .py といった技術的な対策も挙げられています。出ました。マスキング .py。資料を読んだとき、急にプログラミングの専門用語が出てきて、少し戸惑ったんですが。これって具体的にどういうものなんですか？要するに、個人情報を AI に渡す前に、自動で黒塗りにしてくれるフィルターのプログラムのことです。黒塗りフィルターですか？.py というのは Python というプログラミング言語のファイル形式ですね。ああ、なるほど。例えば、文章の中に鈴木さんの電話番号は090みたいにあったら、このフィルターが自動的に氏名の電話番号は電話番号という風に情報を隠蔽してくれるんです。マスキングしてから投げるわけですね。そうです。なるほど。デジタルな黒塗りマジックペンみたいなものですね。そういう安全設計の仕組みを理解して、情報のゲートキーパーになることも、これからのハブたる人間、つまりあなたの重要な役割になるわけですね。まさにその通りです。つまりこれってどういう意味を持つのでしょうか？私たち現場の人間が議事録が5分で終わった、やったと喜んでいるだけでは、本当の意味で AI を使いこなしているとは言えないということですよね。そういうことです。個人の作業効率化にとどまらず、組織全体の底上げをするためにはどうすればいいのか。横山氏は、経営層やマネージャーによるトップアップの活用が不可欠だと強調しています。トップアップの活用。現場の2時間の作業を30分に短縮することも素晴らしいですが、上位レイヤーが意思決定の質を上げるために AI を使えば、そのインパクトは比較になりません。上の人が AI を使うトップアップ。これ具体的にどういう状況のイメージすればいいですか？上の人が自分で議事録を作るわけじゃないですよね。例えば、ある新規プロジェクトを進めるかどうか、経営会議で判断するとします。はい。通常、経営層の下には、中間管理職が人間特有のバイアスや忖度を交えてきれいにまとめた報告書が上がってきますよね。ちょっと問題はありますが、なんとか進められますといった具合に。ありますね。本当は現場は反対してるけど、社長の肝入りだから少しマイルドに書いておこう、みたいな忖度。しかし、経営層が AI を使いこなせば、現場の生のアンケートデータや顧客のクレームの生データを AI に直接分析させることができます。人間のフィルターを通さないわけですね。そうです。客観的なデータと多角的な視点を持った AI を議論のパートナーにすることで、そもそもこのプロジェクト自体、市場のニーズとずれているから不要なのではないかという高度な経営判断を早い段階でさせるようになります。なるほど。もし経営層がこのプロジェクトはやめようと判断できれば、そのプロジェクトに関わるはずだった現場のタスクそのものがゼロになるわけですね。そういうことです。単に作業を早くするのではなく、無駄な作業そのものを消滅させる。これこそが究極の効率化ですね。しかも AI って究極の壁打ち相手でもありますよね。こんな初歩的なこと聞いたら怒られるかなとか気にする必要がない。深夜でも絶対に切れないし、10回くらいやり取りを繰り返して自分の頭の中を整理していくことができる。非常に優秀な壁打ち相手であり、ブレインストーミングな相手です。はい。しかし、ここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきます。何でしょうか？壁打ち相手として完璧で、素晴らしい資料のドラフトを一瞬で作ってくれる AI。これを業務経験の浅い若手や初心者が安易に頼ってしまうことの落とし穴についてです。落とし穴。でも若手からすれば AI を使ってベテランのような完璧な構成の企画書を作れるなら、むしろ若手にとって最強の武器になりませんか？経験の差を AI が埋めてくれるような気がするんですが。一見そう見えますよね。しかし横山氏の資料は全く逆の警告を発しています。逆の警告。仕事には入り口、つまり目的や指示の設定と、出口、つまり出てきた結果の評価と積年があります。先ほどのメタ設計の考え方ですね。はい。もし、あるべき企画書の姿や、その仕事の正解を知らない若手が AI に資料を作らせたらどうなるでしょうか。出てきたものが一級きれいにまとまっているけれど、プロの目から見たら中身がスカスカだったり、さっきのハルシネーションの嘘が混ざっていたりしても、若手自身にはそれに気づく、評価する力がないということですか？その通りです。AI が書いたから合っているはずですとそのまま上司に提出してしまう。それは危険ですね。結局のところ、その仕事の正解を知っているベテランや確固たる基礎知識を持っている人でなければ AI のアウトプットの品質を担保すること、
つまり、出口の責任を持つことはできないんです。基礎知識がないとダメなんですね。経験の浅い人がただ AI に丸投げしてしまうと、自身のスキルが育たないどころか、組織に質の低いアウトプットを蔓延させる大きなリスクをもたらす厳しい現実があります。便利な道具だからこそ、使い手の幹の力が試されるわけですね。知識がないと AI を使いこなすメタ設計者にはなれないと。ええ。さて、ここまでは主に画面の中、つまりデジタルなホワイトカラーの仕事について話してきました。でも、画面の中の話かと思いきや、CES の発表などを見ると、もう私たちの物理的な生活空間にまでこの波が入ってきているんですよね。これをさらに大きな視点と結びつけてみると、もはや AI はパソコンの中だけの存在ではありません。フィジカル AI と呼ばれる技術の台頭です。フィジカル AI。今年の初めに開催された世界最大級のテクノロジー見本誌 CES2026 では、自律的に状況を判断して選択や家事をこなすフィジカル AI を搭載したロボットが多数発表され、大きな話題を呼びました。これまでは AI が発達しても結局肉体労働や接客業は人間にしかできないから安泰だなんて言われていましたよね。いわゆるブルーカラーの仕事です。ええ、これまではそう考えられてきました。しかし、長期的には AI の頭脳とロボティクスの物理的な体が結びつくことで、こういった物理的な作業も順次代替されていくと臼井氏は見通しています。物理的な作業もですか。実際、飲食店の配膳ロボットや物流倉庫のピッキングロボットはすでに珍しいものではなくなりましたよね。危険な仕事や過酷な肉体労働、定型化できる物理的な作業はこれからどんどんフィジカル AI が担うようになるでしょう。ということは、事務職などのデジタルなタスクだけでなく、接客や肉体労働も含めて、私たちのあらゆる作業がどんどん AI やロボットに巻き取られていくわけですね。そうなっていきます。そこであなたに一つ問いかけたいんです。こうして AI のおかげで短縮された、あるいは完全に肩代わりしてもらって浮いた時間を、あなたなら何に使いますか？少し想像してみてください。はい。実はこれに対する横山氏の答えは、意外なほど人間臭いものでした。ええ。非常に示唆に富んだメッセージですよね。空いた時間にまた別のデスクワークを詰め込むのは無意味だと彼は言います。それよりも部下と一緒にコーヒーを飲む余裕を30分増やすべきだと。最初この資料を読んだとき、コーヒーって驚きました。最先端の AI の活用戦略の話をしているのに、結論がすごくアナログですよね。でもなぜそれが大事なんでしょうか？ここで重要になるのが、日本のビジネスシーンで古くから言われる三元主義です。現場、現物、現実ですね。三元主義ですか？人間はディスプレイの前に座っているだけでなく、実際に現場に足を運び、現物に触れ、現実の空気を肌で感じるべきだということです。部下とコーヒーを飲みながら何気ない会話をして、現場の熱量、不満、あるいは顧客の本当の温度感を知る。なるほど。さっきの出口の評価の話につながるわけですね。まさにその通りです。そうした人と直接交流し、泥臭い現実の経験値を持っている人間だからこそ、いざ AI がデータに基づいた綺麗な答えを出してきたときに評価ができるんです。評価ですか？確かにこのデータは論理的には正しいが、今のうちの現場の疲弊した空気感には合わないなといった血の通った正しい評価と決断ができるのです。人間らしく現実世界を生きている必要があると。そういうことです。さて、今回の深掘りもそろそろ終わりに近づいてきました。これまでの話をまとめましょう。今日お伝えしたかった最大のポイント、それは AI はあなたの仕事を奪う敵ではないということです。ええ。AI はデータ入力や情報整理といった面倒な作業を喜んで肩代わりしてくれます。そしてあなたが本当にやりたいこと、人間特有のストーリーのある仕事や責任ある決断に注力するための最強のパートナーなんです。今日からあなたは単なる作業者ではなくメタ設計者です。AI という様々なスポークに何を任せ、自分はどうやって安全性を担保し、最終的に何の責任を取るのか、それを判断するのは他の誰でもないあなた自身です。そう、あなたがオーケストラの指揮者です。明日月曜日の朝に仕事に向かうとき、ぜひこの作業をどの AI のスポークに投げようかと考えてみてください。そして浮いた時間で同僚とコーヒーでも飲んでみてください。はい。さて、最後になりますが、今回の資料をすべて読み解いた上で、私たちからあなたに少し挑戦的な問いを投げかけたいと思います。AI が論理や効率、
そして過去のデータに基づいた正解を極めれば極めるほど、未来の私たち人間にとって最も価値のあるスキルとは、論理を超えた非合理的な情熱や、何度かの失敗からしか生まれない泥臭い創造性になるのではないでしょうか。泥臭い創造性ですか？はい。すべてを完璧に、そして効率的にこなす AI を前にして、あなたが人間としてあえて選びたい非効率とは何ですか？深く考えさせられますね。すべてが効率化された世界だからこそ、私たちが人間として選ぶ無駄や非効率にこそ最大の価値が宿るのかもしれません。そうですね。ぜひこの問いを頭の片隅に置きながら、明日からあなたらしい AI との競争ライフを楽しんでください。今日も最後まで知的好奇心にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。また次回の深掘りでお会いしましょう。